はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木でございます。今日はですね、アメリカと日本の働き方の違いというテーマでやっていきます。私自身はですね、日本で、日本の企業で働いていて、従業員としてもですね、管理職としても働いた経験がありますし、アメリカに来てですね、日系の会社ではありますが、米国法人の会社でアメリカ人の上司を持ったこともありますし、私自身が管理職として10名程度のですね、アメリカ人の従業員を部下として持った経験もあります。でそれからですね、経営者としてもアメリカで10年間の経験がありますので、それなりに説得力のある話ができるのかなと思っています。で、これから日本ではですね、終身雇用や年功序列が終了してですね、アメリカのようなジョブ型の雇用になっていくと言われてますので、アメリカの働き方っていうのは、これからの日本での働き方にも参考になるのではないかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では行きましょう。一つ目はですね、評価基準ですね。でこれで結論から言ってしまうと、アメリカでは決められた職務内容をしっかりとこなすと評価が上がるんですね。雇用してもらうときに、まず職務内容というものをもらいます。でそれに対して会社はいくら払いますよという契約を結ぶんです。でその職務内容をきちんとこなしていくとですね、それを継続していくと、会社から信頼されて、で今度はまたですね、新たな職務内容を提示されますと。でもちろん職務内容が変わるので、それに応じて給料の方も変わっていくというような感じですね。例えるとですね、なんかスーパーマリオみたいな感じなんですよ、自分からすると。スーパーマリオって1の1から始まって、で一つの目的があって、でそこを達成すると、次の面に進んでいくじゃないですか。でその達成するまでのプロセスってなんていうんですかね、やる気とかモチベーションとかで全然関係ないですよね。もうやることが明確になっていて、とにかくそこをクリアすると今度違う面に行くことができると。なんかそんな感じになんか似てるなっていうふうに個人的には思います。で、反対に日本だとどうなんでしょう、職務内容ってありますか？僕働いてた時に、なんかそれっぽいのはあったと思うんですけど、あんまりこうびっしり書いてなくって、本当営業職ぐらいなもんだったと記憶しています。なんかね、すごい日本だと職務内容がふわっとしていて、どちらかというと上司が全てみたいな感じだったんですよ。その上司がもうなんか会社のルールになってて、で上司の言うことを、きちっと聞くと。で聞いて、で、聞くだけだと出世しないので、やっぱり気に入られてですね、でその上司が期待するもの以上のことをして、それを継続することで初めて、新たな役職を与えられるみたいな感じだったと記憶しています。なので上司に気に入られるためにですね、サービス残業をしたりとか、とにかく自分で、仕事をもらったりとかですね、周りが困っていることを助けたりとかですね、そういったことをしてアピールするということが日本の働き方かなと思っています。なので日本では仕事の量が重視されるのに対して、アメリカでは質重視、日本ではですね、期待以上を求められるのに対して、アメリカでは期待通りの仕事を求められるというところがですね、大きな違いかなと思います。で、2つ目ですけども、こちらですね、実力主義。職務内容をですね、遂行できなければ即クビになります。いやー、厳しい世界ですよね、本当に。日本のようにですね、年功序列とか終身雇用というのがアメリカにはありませんので、とにかくですね、お金をもらう、働くということはですね、つまりプロとして見られるわけですよね。なので即戦力にならないといけないんです。教育制度なんかもですね、ほとんどなくって、学校ではないよと。なのでもうお金をもらう以上はプロだという意識が非常に強くてですね、働いたらすぐにその会社の即戦力にならないと首を切られるわけです。なので厳しいには厳しいですよね。雇用されるときにですね、やっぱ職務内容というのがあって、その職務内容に対して、いくらで雇いますよということの契約をするわけですよね。なのでその職務内容が遂行されなければ、つまりその契約違反というふうに見られてしまって給料が下がる、またはもう必要ないということでクビになるという世界なので、プロ選手になんか似てますよね。プロ野球の選手だったりとかね、テニスプレーヤーだったりとか、与えられたものができないんであれば会社としては必要ありませんよというふうに言われてしまう世界です。はい、で3つ目に家族ファースト。そうですね、家族ファーストですね。